こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回はみんな気になる日本の西の果て、与那国島の旅を徹底紹介いたします。遠すぎてなかなか行けないと思っていた果ての島は、実は行きやすいのに唯一無二の絶景、グルメ、人の優しさなど、とてつもない魅力あふれる島だったことが分かりました。まさにこの島こそが一生に一度は行くべき島です。最後まで見ればその理由が分かります。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。日本の西の果て、東京から一番遠い島で沖縄県八重山諸島にある与那国島は人口約1700人弱の小さな島。3つの集落があり、島内一周は車で約1時間弱、自転車でも3時間程度で面積は小さいながら200メートル級の山があるなど起伏が大きく、島の南海岸は波で浸食され断崖絶壁が多数あります。与那国島へは飛行機は JAL 系の琉球エアコミューターで那覇空港から約1時間20分、石垣空港から約30分、フェリーを利用すると約4時間かかります。手つかずの自然や与那国町の天然記念物、与那国馬と触れ合いや海底遺跡の景観、日本で最後に夕日が沈む場所は他の島にはない体験。与那国島は亜熱帯気候で年間を通して暖かく、年平均気温は 24.7 度。常夏の島を楽しみたいなら6月から9月がベストシーズンですが、実は与那国島はグルメやダイビングを楽しみたいなら冬場がベストシーズンと言われ、この時期海峡も良く、ハンマーヘッドシャークの群れや海底遺跡を楽しみたい人にぴったりで、冬もおすすめです。あの人気ドラマドクターコトー診療所の舞台である式名島の撮影はこの与那国島で行われ、島全体がロケ地に。ドラマの撮影で実際に使用した診療所も見ることができます。 JAL 沖縄離島ホームページもチェックしてみてください。はい、おはようございます。今私はですね、関西国際空港に来ております。関西国際空港からね、今日は那覇経由で与那国島まで行きたいと思います。今朝の6時56分ですね。8時10分の飛行機なんですけども、今日は関西国際空港からなんでプライオリティパスのね、ボテジュ楽しんでから行きたいなと思います。今日は日本トランスオーシャン航空で那覇まで向かいます。 JAL 系列になりますね。沖縄那覇で乗り継いで与那国島まで向かいます。キックス ITM カードのポイントもしっかりつけておきます。はい、ここからですね、ラウンジに行くこともできるんですけども、その前にですね、プライオリティパスを使ってボテージへ行きたいと思います。もはやこれが楽しみで関空に来るぐらいな感じになっております。お好み焼き朝からいただきちゃいますよ。じゃあ明石焼きいただきましょう。元祖豚玉、これだな、朝お好みありっすね。 JTA さんの朝便で朝お好みしてから行くってありっすね。いやー美味しかったですね。ラウンジ行きたかったんですけど、もうちょっと食べてるともう残り15分前になったんで乗りたいと思います。ほろ酔い気分でしたが、飛行機に乗ると気持ちが引き締まりますね。ワクワクしてきました。さあまずは沖縄那覇に向けて出発しました。気持ちいい天気だ。最高の景色ですね。そして機内サービスのドリンクはスカイタイム桃ぶどうを頼みました。美味しそうですね。うまい。だんだん沖縄が見えてきましたよ。あっという間に到着です。約2時間ですね。機内 Wi-Fi サービスとドリンクサービスで快適に那覇まで着くことになりました。はい、こちらで休憩したいと思います。乗り継ぎの時間までね、少し時間ありますんで。那覇空港もね、結構栄えてますよね。与那国行きの
行機は28番でバスラウンジを経由していく形になりますね。あそこから沖縄選ぶとか与那国とか行くようになってるんですね。こちら側にも桜ラウンジがあるみたいですね。ここも行ってみようか。与那国島行き搭乗口のね前にあるラウンジの方が人が少なくて結構快適ですね。ここでも飲めるんですが、これからね与那国島に着いてからは運転がありますので、ここでは控えておきます。飲みたかった。日本トランスオーシャン航空の飛行機がいっぱいある。那覇から与那国島までは琉球エアコミューターのプロペラ機で行きます。いいですね、旅感あってプロペラ機。これがまたテンション爆上がりですね。いや、このプロペラ機はね本当にちょっとテンション上がりますね。乗る前からワクワクします。機内販売も結構頑張ってますね。配送品まで売ってる。足元も結構広々です。使用の際は袋を破いて取り出します。いやーテンション上がりますね。この機体とこの景色、もうワクワクが止まらないですね。最高です。これぞ島旅ですね。機内サービスのドリンクはなんと沖縄バヤリースのソルティーシーカーサージュースでした。これがまたうまかった。そしてシマップというオリジナルのパンフレットももらいました。これが分かりやすかったですよ。これはもらっておいた方がいいですよ。いやー景色が綺麗だなと思ってたらあっという間に到着です。約1時間25分で与那国島に到着になります。お気をつけていってらっしゃいませ。いやー到着しましたね。与那国島、初めての与那国島ですね。いや結構風強い。与那国空港レストラン旅ガフバーリードナンチマドクターコトーの診療所ですね。ドクターコトー診療所のポスターがいっぱいある。かっこええな。将来はこんな感じで YouTuber やりたいな。トイレに行きました。売店もありますね。はい、こちら与那国空港にやってまいりました。結構ねこじんまりした空港だけど、まあまあでもしっかりしてる感じですね。世論とかに比べると結構大きめの空港になってまして、この入り口のところにねこうやってシーサーありますね。これシーサーで合ってんのかな。こんな感じでちゃんと観光案内もしっかりとこうある感じになってますね。はい、こんな感じの島になってて、ここが今現在地ですね。はい、今日は左側回ろうかなって感じですけどね。今日はこのレンタカー借ります。ムンブレンタカーさんにお世話になりました。はい、この空港からねもうすぐ目の前ですね。ここに宿泊させていただきます。このムンブレンタカーさんがこのホテルもやられているそうで、今回ご提供いただきました。楽しみですね。はい、こんにちは、森です。旅は自己投資ということで、ただいま与那国島やってまいりました。いや本当はねまだこう動画出してないですけど、八重山諸島周遊の旅みたいなね動画の中でこの与那国島も行く予定だったんですけど、ちょっと台風が来て、晴れてはいたんですけど、そのタイミングでちょうど JTA さんからね与那国島撮ってほしいという依頼もあって、それだったらベストコンディションの時に行こうということで今日にしました。今日からね3日間いるんですけど、全部晴れそうでよかったです。昨日まで雨降ってたらしいんでね、晴れに恵まれそうな感じです。楽しみです。それではね早速今2時20分ぐらいなんですけど、ランチね行きたいと思います。この時間にランチ空いてるとかなり少ないと思うんですけど、行ってみたいと思います。午後2時台なんでねちょっと空いてる店少ないかもしれないですけど、探してみます。集落の方に向かいます。はい、この辺にね一つカフェがありそうな感じでやってまいりました。大々カフェっていうところですかね。大々カフェ与那国っていう Google 評価 4.4 のところ、ランチ行けるかどうかってとこなんですけど、いきなりソールドアウト売り切れですみたいな感じになってる。しかも今日もお休みです。どういうことや。なん
っていうことでしょう。この3日間で空いてくれる日あるんかな。大々カフェまたリベンジしたいと思います。クローズド無念すぎる。そしてあちら側にはねちょっと商店もあったんですよ。ちょっと見てみようかな。福山スーパーって書いてあるんですよ。オリオンビール代理店、バンダ薬局とかもあるし、オリオンビール代理店福山スーパー、これですかね。スーパー、スーパーも閉まってるやん。これは潰れてんのかな。潰れてんのか定休日なのかちょっと分かんないですね。でも開いてない。これは運任せの旅になりそうやな。モーリーチャンネルあるあるがいきなり発動しておりますが、気を取り直していきたいと思います。さあやってまいりました。手作りパン&カフェパネスというところですね。ここは無事に開いておりました。ありがたいですね、この時間に開いてるのは。パネス半端ねえっすね。与那国島に来たのをね忘れるかのようなおしゃれな店内になっております。テンション上がりますね。パンがなんと売り切れということで、ヤシガニそば。ヤシガニそば、じゃあそれにします。これはその与那国の、そうですね。あ、じゃあアザミ麺にします。はい、今焼けたおソフトクッキじゃあこれもいただきます。長命ソースのしうまそう。めちゃくちゃうまそうですね。濃厚そう。さあ来ました。ヤシガニですね。ヤシガニだし汁そば。これはうまい。なんか北海道にエビそばありますけど、あれをヤシガニにした感じですね。麺はあざみ麺っていうね、あざみそを練り込んだやつなんですけど、ちょっと太麺でしっかりコシがありますけど、あざみが入ってるみたいな感じの味わいはそこまで感じないですけどね。それよりもこのヤシガニの出汁がうますぎて、この出汁はうまいわ。絶品。濃厚だけどあっさりもしててすごいな。しつこくないけどしっかり味はある。長命草スムージー、薬草感あるな。薬草感あるけどめっちゃ甘くてうまい。島唐辛子パウダーね、ちょっとつけてみようかな。いいですね。なんかずっと唐辛子パウダーがどっかに入ったこと先生に見てもらわなあかん。リンゴとくるみのケーキもありました。結構お値段は都会並みの値段ですね。ちょっとなんかスコールが来そうな感じなんで、今のうちに室内の観光スポットちょっと巡りたいなと思います。ここにも商店あるやん。ちょっと商店寄ろうかな。ちょっとねサンダル忘れたんでサンダルも買いたい。さあ正江商店というところでちょっと買い出ししたいなと思います。中はちょっとね取らないんで。いやー、サンダル持ってくるの忘れたんで700円でサンダル買いました。100均でもありそうな感じなんで、これちょっと坂とか上がってる時ブチッとかでちぎれないかなと思うんですけど、今日明日ぐらいなんでこれでいきたいと思います。そしてちょっとさっきのねお店でちょっと足りなかったんで、ジューシーおにぎり100円買いました。はい、それでいただきます。ジューシー。忘れてました。ここは沖縄でしたね。ジューシーうまいですね。最高。さあそれではお腹も満たされましたので、次のスポットに行きたいと思います。先ほどの売店からすぐ近くにね DD 与那国交流館、 DD ってなんかタクシー配車サービスの DD かなと思ったら全然違うみたいですね。行こうでいいみたいな、なんかそういう意味が込められているらしいです。あれマジかよ、またもうええってほんま休館中でした明日は空いてるっぽいな。台湾とねやっぱつながりが強くてですね、台湾の、花蓮っていうところですね。僕まだ行ったことないですけど、台湾の東側ですかね、そこと姉妹都市なんですよね。
与那国がここに書いてますね。記念姉妹都市締結40周年カレン市長って書いてますね。カレンの市長がここに来られたんですね。さあ気を取り直して次の場所行ってみましょう。綾見ハビル館になります。国指定与那国鳥獣保護区ということで綾見ハビル館っていうところにやってきました。ここになんか日本一のガがいるみたいなっていうか開いてんのかなこれ。またなんかちょっと嫌な予感がするけどね。綾見ハビル館、なんとも恐ろしい感じの名前。おお、ここにガが土足禁止。休館日？でも今日違うよな、休館日と。4時までや。今4時2分や。もう終わってた。最悪や、2分オーバーでした。こんなことある普通。また出直します。一体どないなってんねんということで、ドナン酒造行きたいと思います。さあドナン酒造というところにやってまいりました。ここでね、この与那国でしか作られてないお酒ですね。花酒ね、花って言ったらもう始まりっていう意味らしいんですけど、そのお酒だから多分奄美大島の花々って乾杯するんですかね。こんな感じでお酒が飾られてますね。生産が追いついてない状態で品薄となってるって書いてますね。お酒になんかこういう風に巻いてるのがちょっといいっすね。国境のお酒、書いてますね。花酒。花酒とは泡盛製造の過程で最初に得られる純度の濃い極めてアルコール度数の高い60度以上の貴重なお酒と。花酒は泡盛と全く同じ原材料と製造法ですが、アルコール度数が40度を超える場合は酒税法上 原料用アルコールとなりますってことか。60度やば。花酒、ここに作り方書いてますね。これ試飲できるんや。ただ運転してるんで無理です。もうにゃんこがゆっくりやのこっちのにゃんこは。子供たちに教えるための信号かもしれないですね。世論とかそんな感じだったんでね。ちょっとね、夜飲みに行く前に宿のチェックイン済ましておきましょう。はい、今回ね、与那国島でお世話になります。今年ね、開業したばかりのコンテナホテルになっております。かなり綺麗な感じですね。僕は今回八重山諸島を回った宿の中ではめちゃくちゃ綺麗な部類ですね。素晴らしい部屋です。おしゃれです。おしゃれな感じでベッドもちゃんとあって、なんとソファーまでありますね。めっちゃいいじゃないですか。ここでも寝れないかな。寝れる、まあなんかちっちゃい子だったら寝れるやんソファーですね。はい、そしてベッドも広々ね、2人が十分寝れるようなサイズになっております。そしてライトもあって、こちらなんかこれなんか開くんかな。なんか開く感じになってる。おすごいすごい。これ開くとなんか物干し座がこう出るみたいな感じになってる。これは嬉しいですね。すごい、こんな便利グッズあるんや。へえ、これ便利グッズですね。ちょっと家に欲しいな。ここにハンガーが、これもおしゃれですね。そしてトイレは共用なんですけど、シャワーは個別にあります。嬉しいですね。普通逆な気がするんですけど、おしゃれに洗面台がありましてですね、アメニティがちゃんと歯ブラシとか全部ありますね。何これ、ヒアルロン酸フェイスマスクまであります。ここ与那国島ですよね。そしておしゃれなサロニアのドライヤーもあって、冷蔵庫も大きめのサイズのがあって、水も飲んでくださいということで、島感ないやんみたいなぐらいの感じですね。これ綺麗なところに泊まりたいっていう人がいいですね。はい、今日泊まってるところはね、ちょっと飲み歩きするには結構不便な場所でして、これもね今後改善していくと思うんですけど、バスはあるんですよ。無料のバスがあって、うまくその時間に合わせてバスで行って、帰りもバスの時間合わせて帰るみたいな感じで行ければ帰ることができます。で、空港に泊まるバスがそんなに本数ないんで、最悪は歩いて12、3分のところ
で降りて帰ってくるみたいなのがいいんじゃないかな。で代行をやってくれるところがねその先のお店であるみたいなんですけど、昼ぐらいに言っとかないといけないみたいです。直前だとダメということですね。それからもう歩き30分歩いて飲みに行くということですね。今日はね飲みたいんで集落までバスで行きました。おお、飲みに行く前にこの商店の前にめっちゃにゃんこいるやん。与那国にゃんこがいるじゃないですか。そして向こうにもいる。島にはやっぱにゃんこなんですね。めっちゃいる。おお、なに喧嘩し始めた。やばいやばいやばい。あいつは味方だ。いや違う、あいつは敵だみたいな。気をつけろ、騙されんなみたいなことが行われてるんですかね。お店の前やけどな。夜の雰囲気もいいですね。静かです。明日は天気も最高そうなんで、明日から本格的な観光スタートになりますが楽しみですね。今日は前夜祭ということで地元の居酒屋で楽しみたいと思います。島の居酒屋ってなんかワクワクしますよね。楽しみです。さあ今日はこのお店ですね。居酒屋というか居所屋っていうんですかね。ドゥーライです。ドゥーライオリオン生頼みました。後で花酒飲みたいですね。生きて帰れるのか分かんないですけど。島の居酒屋って感じで雰囲気いいですね。お酒も何を飲もうか楽しみです。めっちゃ冷え冷えの状態で来たのに僕がノロノロしてたら普通になっちゃいました。もっとキンキンできてました。はい、それではいただきたいと思います。いただきます。やっぱり島の居酒屋で頼みたいのが刺身の盛り合わせですよね。カジキマグロ楽しみです。与那国島といえばカジキマグロですからね。いただきます。さすがカジキマグロ。あかん足りんこれ。エビもプリップリでうまそう。島豆腐の揚げ出しうまそう。うまっ。で歯ごたえもプリップリでもちもちでうまい。やっぱ絶景から島を始めてもいいけど、こういう居酒屋からね島が始まったって感じるのもいいですね。これはやばいやつきました。60度です。こんな度数のものを飲んだことがありません。じゃあちょっと初めての花酒いただきます。ちゃんとねやっぱ水もつけてくれてるんですよ。危険ですからね。これは一体どんな味なんでしょうか。うわ、これはすごい。これは飲み物なのか。いただきます。もうね飲んだ瞬間に鼻にアルコールが出るし、これはやばいですね。これはもうちょっとお酒苦手な人は絶対控えた方がいいぐらいの。一瞬できます。うわ、一瞬で酔っ払ってきた。さすがの僕ももう一瞬で酔っ払う。これ一瞬でブワーってきた。もうねこれねこう同時に飲まないといけない。もう唇につけただけでもめっちゃなんか、これはやばいな。飲み干せるんかなこれ。ちょっとこれ明日の朝までかかりそうですねこれ。そういう意味ではめっちゃお得っすね。この量っすけど、これ多分ビールに換算すると20リットルぐらい相当ありそうですねこれ。でもこれはねやっぱここでしか楽しめないんで一回試しておいた方がいいですね。飲み干せなくても、すごいこれ。周りの人もね試してる人いますけど、飲んだ瞬間に咳き込んでます。これを普通に
毎日飲んでる人とかいるんですかね。相当っすよ。いや、それこそもうドクターコトーに見てもらった方がいいです。で、花酒飲み方あるんか。もう花酒飲み方っていうのは調べられる状態じゃないぐらいになってますけどね。冷蔵庫でよく冷やした花酒をとろっとした状態でおちょこに注ぎ、ショットグラスに氷を1個入れて、氷のかけらの上から花酒を注ぎ 2,3 回かけまで4分後に薄青白く色を変化するためにゆっくりするがって全然違うやろ。原液やで。ほぼ氷だけなんで、これにちょっとだけやってみます。4,5 分待ちます。あ、5倍から10倍の水で割るんや。これで割るってこと？この飲むのバカじゃないですか。原液で飲むのはちょっと頭おかしいやつです。僕はなんかこう和らぎ水的な感じだと思ってたんですけど、どうも割るやつっぽいですね。でもお店の方にね聞くと、コーンはストレートで飲む方が多いとのことでね、ちょっと頭おかしいですね。どういうことや。これも人気らしいですね。ダブルチーズマルゲリータ風ということで、うまそう。これ酒は進むな。無理やった。ピザの勢いでいけると思ったけど、あ、そろそろ 4,5 分経ってきたかなこれ。うまっ。 4,5 分置いて氷で溶かしたやつうまい。まろやかでうまい。これはうまい。長命草のそうめんチャンプルー、なんかほぼそうめんみたいな。いや、この長命草のパスタもね美味しかったですね。ちょっと苦味があるっていう感じでね、健康に良さそうです。気がついたら飲み干してました。こちらは体に悪そうですね。さあ酔いに任せてね、ちょっと集落をふらふらとバスの時間まで歩いてみましたが、気持ちよかったですね。商店もありました。商店でちょっとこの後飲みたいものを買いたいと思います。明日からが本番ですね。おはようございます。今朝の7時40分ですね。晴れました。今日はね、今からシュノーケリング行きます。海底遺跡っていうのをね見に行きたいと思います。で、海底遺跡っていうのはね、なんかその人工物なのか自然にできたものが全く謎なんですよね。不思議じゃないですか。それを見に行きます。ダイビングでね見に行けるみたいな感じで有名なんですけど、シュノーケルでも見れるらしいんで行きたいと思います。それにしても朝早いな。自衛隊がねあるんで、朝からなんかこう大砲が撃たれたり練習してる感じですね。今日はマリーンさんっていうところにねお世話になるんですけど、マリーンさんまで行きます。行ってきます。ありましたありました。ダイビングサービスマリーンということ書いてますね。ここに集合という風にかかってたんで行きます。おはようございます。おお、猫がいてる。おはようございます。こういうものをまず記入します。猫ちゃんいますね。与那国にゃんこ寝てますね。ちょっと体に怪我してますけどね。喧嘩したんですかね。喧嘩は良くないぞ。あなたがやったんですか。じゃあ会いましょう。ありがとうございます。はい、こちらの船で行くことになります。ああいう風でこうやって安定してますか。並べておく。さあ出発です。これは日本で一番西に行くことになります。いやー、天気にも恵まれましたね。素晴らしい。
止めまでしてくれますね。ありがたい。はい。お待ちくださいね。いやー、海にね入ってみてまず驚いたのが海の青さですね。この青々としたブルー、真っ青とも言えるでしょう。いや、これはねなかなか他の海では体験できないぐらいの色ですね。そして見えてくるこう岩とかね、そういったものも他の海ではなかなか見られないような形状の岩が見れて、これは面白いですね。ここはね二枚岩が見れるんですよ。見てください。この2つのね板が重なったような感じで岩がありますよね。これも自然なものなのか人為的に作られたものなのか謎らしいです。神秘的ですよね。こっち来ますよ、こっち。すごいうねりが。このスポットはね波も結構激しいので個人でビーチエントリーで行くことはできません。マーリンさんのような業者にお願いして安全を確保しながらゆっくりゆっくりとシュノーケリングでも見ることができます。普通はねダイビングで見ることの方が多いようですよ。だんだんと海底遺跡と呼ばれるようなところに近づいてきましたよ。ここら辺が遺跡っぽいですね。ここが海底遺跡と呼ばれるところになります。いやー、すごいですね。これが自然にできたものなのか人工的にできたものなのかわからないと。こんな景色ありますか、他の島に。僕は見たことがないですね。これを見るためだけに与那国島に行く。いや、それもいいと思います。そしてこれが秋冬が見えやすいということで、いや貴重ですね。なかなかね秋冬も楽しめるという島は少ないので貴重な島だと思います。いや、ダイビングの人がね多いんですけど、一人美しい素潜りをしている人がいますね。憧れますね。あそこまで余裕持って潜れると気持ちいいだろうな。されてる岩があります。それで拝むって感じです。なんとこの場所に十字架のように岩がカットされてるところがあって、こう拝む場所になってるんですね。いや、本当にそれを誰かが用意したんじゃないんですか。自然にできたかもしれないってこう演出してるだけなんじゃないですかって疑いたくなるぐらいのよくできてますね。いや、本当に神秘的です。そういうことをね感じることが大事なんだと、この海底遺跡は教えてくれるんですね。まさに旅は自己投資ということですね。こういう場所に来るとね、映像を撮りながら日々頑張ってる皆さんがこの映像を見て少しでも癒されたらなって本当に思います。この映像で祈ってください。日々に感謝して、そして未来が良くなりますようにと。僕も視聴者さんの素晴らしい未来に祈りたいと思います。亀の森なんとこれは亀の岩と言われてるみたいですね。三角になってるところが亀の頭に見えるということで、そういう風に言われてるみたいです。これですね。ダイビングだけ。注意してくださいね。いやー、最
高でしたね。ありがとうございました。おお、与那国馬に乗ってる。かわいい。いやー、ダイビングサービスマーリンさん、最初マリーンって間違えましたけど素晴らしい業者さんでしたね。いやー、シュノーケルのねマスクちゃんと曇り止めつけてくれたりとか、ちゃんと浮き輪で事故がないように先導してくれたりとか、当たり前っちゃ当たり前ですけど、なかなかできてない業者も僕あるかなと思うんで、しっかりやってくれてよかったなと思います。で、9月から11月ぐらいまでは海底遺跡が見えやすいとのことで、冬の時期はですね結構ハンマーヘッドシャークが見えるみたいで、ハンマーヘッドシャークはダイビング専門になりますけど、その海底遺跡はね結構波も荒めなんで、バーって綺麗に先導してくれるとありがたいですね。安全に行けます。いや、素晴らしい業者さんでした。おすすめします。あとなんか終わった後にねお湯でね洗えたりとか、そういうなんか手厚いサービスがありますね。で、しっかりねスタッフさんがみんなはぐれてないかとか見てたのもすごく印象的でした。あそこまでしっかりとこう見てるのは、なかなかないかなと思いますね。それだけねやっぱ海底遺跡の波がきついので、やっぱそうやってしっかり見てもらわないと、なかなか見れない、そんな場所に行けてよかったなと思います。それではね、今から観光の方行きたいと思います。一旦ホテルに戻って着替えて行きたいと思います。で、面白いことを聞いたんですけど、なんか結構ねこのホテル泊まってて、なんか銃声みたいなのが結構してたんですよ。自衛隊がなんか練習でもしてんのかなみたいな感じで思ってたんですよね。で、朝早くからもしてたから、どういうことなんやろうって思ってたですけど、実はなんか空港に例えばイノシシとか動物が行かないように空砲みたいなのをね定期的に鳴らしてるらしいんですよ。なるほどですね。そうやって空港に安全にね飛行機がこう到着できるようにしているということでした。面白いですね。それではシャワーも浴びたんで、今からご飯食べに行きます。それではランチスポットに向かいますが、美味しいだけでなくあの場所に行きたいと思います。やってまいりました。あの灯台はドクターコトーにも出てくるところですね。青々としてて素晴らしい天気で見ることができておりますね。で、後ろには与那国観光ホテル、そしてその先はですね撮影でも使われた漁港があります。そこの食堂で今日はご飯食べたいと思います。いやー、最高、美しい。あれですね、与那国町漁業協同組合ですね。撮影現場です。営業中って書いてる。駐車は漁港内へって書いてますね。営業時間は短いです。11時から2時まで。しげさん、ここですね。看板がドラマそのままらしいです。これはカジキマグロの重さ測るやつですかね。おお、魚も見える。透明度がすごいな。なんと今日はもうカジキ定食が終わってしまってたんで、こっちのおすすめの地魚フライ&カジキタツタ定食にしました。こちらもね刺身あるんでね楽しみです。さあ来ましたね。30分ぐらい待ちましたね。結構ね混み合ってるんで相席もしながら30分ぐらい待った感じです。うまそうですね。まずはこのカジキマグロの刺身ですね。そしてこれもずくですね。でこれがカジキの竜田揚げ、うまそう。そしてご飯にお吸い物ですね。そして漬物まであります。そしてこの景色、吸い物もうまい。泳いだ後に30分待った甲斐があります。竜田揚げもいただきます。セットが売り切れだったんでがっかりと思ってたけど、やっぱこれおすすめされてるんでね、おすすめはうまいですね。間違いない。いや特に本当にマグロ最高。いやー、ドラマのねあの場所で、そして泳いだ後にこの美味しい料理、
本当に最高でした。お腹も心も満たされましたね。いやー最高でしたね。いやまあそれにしてもね結構待ったんでね、時間には余裕を見てきた方がいいですね。それだけお伝えしておこうと思う。味はもう間違いないです。しかもドラマのね雰囲気も味わえますし最高ですね。ちょうど船が来た。美しいビーチがあったので立ち寄ってみます。すごいサイズ。後ろに来てる船があのサイズです。規模の大きさがわかるでしょう。そしてこちら側ですね、なんか鳥居がありますね。そしてここのビーチもめちゃくちゃ綺麗ですね。ナーマ浜って呼ばれるビーチみたいですね。透明度半端ないな。ちょっと見てみましょう。美しいですね。癒されます。こちらに夫婦岩があるみたいですね。ちょっと見に行きましょうかね。カノフィラクなんていうのかわからんな。何かがあります。あれ夫婦岩ないやん。登ってきたのに全然違ってました。ここは多分なんかそのコンピラ山みたいな、なんかそういうこれですね。これは海の神様として名高いコンピラ山っていう合ってましたね名前。でもなんか今日は空いてないですね。定休日っすか？コンピラ山まで。空いてるやん。まだしまった。定休日とかじゃなかったですね。こんな感じになってるんや。なるほどな。海の神様をお祈りするわけですね。晴れさせてくださりましてありがとうございます。細かな空気になってたらパリピオルじゃないですか。ビキニギャルが泳いでおります。大人な旅にも似合うしビキニギャルにも似合う与那国島ですね。ぷかぷかと浮かんでおります。これ相撲場ですかね。なんか円になってる。これはキャンプ場ですかね。めっちゃ焚き火積まれてる。しかし膝が痛いな。なんか今日泳いでる途中もね、なんかちょっと膝痛くなって、40代中盤にもなるとこう傷んできますね。古藤先生に見てもらわなければ。ありました、夫婦岩。車止めたところの真後ろにありました。これ気づかんかったな。これが夫婦岩らしいです。なんか紐でつながれてますね。書いてますね。夫婦岩神って書いてます。それではね、与那国島に来たら絶対見逃せない日本最西端の日行きたいと思います。さあやってまいりました。日本最西端の展望台。天皇皇后両陛下記念碑あります。あそこに灯台も見えてる。静かやし快晴や。27度ぐらいなんでね、暑すぎないですからね。それがいいですね。これ真夏だったら多分35度とかなんかなりそうですけど、これか最西端。来た、日本最西端の地、ついに来ました。はるばるここまでやってまいりました。いやー素晴らしい。裏にもいろいろ書いてますね。石垣までの距離が117キロ、台湾もね111キロということで、台湾の方が近いんですね、こっちからだと。なので台湾が見えるんですかね。全然台湾見えへんな。あれがトゥイシなのかな。これは美しい。おお、海の青さとか素晴らしいですね。太陽の日って書いてますね。42回沖縄海訪日大祭なんて書いてあるの。大記念碑。3万年前の崩壊徹底再現プロジェクト。こんなんやってたんですね。
最初の琉球列島人は3万年以上前に黒潮の海を越えてやってきた彼らの挑戦を知るため丸木船の実験航海男女5人台湾を立ち45時間かけて与那国島にたどり着いた。マジかよ、すげえ。おお、ここは展望台みたいになってるのかな。おお、すごい。ああ、いいね。なるほど、こうやって黒潮がこう流れて与那国島にもこう回り込むような感じになってるんですね。ああ、だから海底遺跡のとこも結構波があるんですかね。だから与那国島に行くのにこの黒潮の海流を通っていかないといけないってことか。そろそろ馬みたいですよね。わかります。今から見に行きますよ。これがテキサスゲートですね。これです。これで馬をここ以上には逃がさないみたいな感じにしてるみたいですね。あ、結構馬糞が落ちてる。そこら中馬糞だらけですね。馬がめっちゃおる。おお、与那国馬いますね。めっちゃおる。でかいな。どっしりしてますね。すごい。触ってんかん。おお、普通におるな。おおカメラ近づいてきた。おおワイルドやな、歩き方が。障害物は関係なしやな。いやー、みんなのんびり過ごしてるな。いや、この与那国馬もね、なんかいろいろ調べてみると、どこから来たかっていうのもはっきりと分かってなくって、でも日本の馬ということで分類されてるようですね。で、以前は結構その人間と一緒にこう仕事をするみたいな役割があって生きてたんですけど、もう今はやっぱ車とか、そういったものが発展して、この与那国馬の役割っていうのもうなくなってきてると。とはいえやっぱ与那国馬の役割をこれからも作っていきたいと考えているそうですね。なのでなんか観光用みたいな感じもありだと思いますし、人をこう乗せるみたいなねアクティビティなんかも一つの役割かもしれないですし、こうやって鑑賞するだけでもいいですからね。本当にね、残り確かね250頭ぐらいみたいな感じで書いてたんで、都馬と与那国馬っていうのがいて、与那国馬は250くらいだったんじゃないかな。で、都馬が150ぐらい、そんな感じだったと思います。貴重ですね。なのでここはね、すごい自然に放牧して馬を飼ってるので、なんか倒れて馬がこう亡くなってたりとかも普通にあったりするみたいですよ。今慌てて降りたところも普通に馬糞があった。すげえ、サギと馬がなんか共存してる。めっちゃ仲いいやん。すげえ。こちらですかなみたいな。五島列島で見たサギみたいな。こっちに来なさいみたいな。こっちこっちみたいな。もうめっちゃついていってる。普通に横切るな。全然見てない。いやー、素晴らしいですね。めっちゃいる。サギもめっちゃいるな。牛が食べる牧草にバッタとかがいて、それを食べるために一緒にいるみたいな。すごいな。動物園行く必要ないな。この辺はなんか新しい建物があるけど、これは何なんですかね。自衛隊の方の寮とかなんか。いやー、この辺も絶景ですね。これがテキサスゲート。おお、車で通るとこれもう自転車だったら溝はまりますね。馬が通れないようになってる。こちらがもう一つの集落ですね。3つ目の集落ですかね。ここにも食堂とか
ありますね。さあ見えてきたか。来たー。膝が痛い、膝が痛い。先生、ドクターコトー診療所のファンの方はここがメインになると言ってもいいでしょう。ドクターコトー診療所来ました。9時から18時、年中無休、一般300円で入ることができます。旗ないな。これもドラマで使われてた船ですね。はい、300円をね支払うみたいですね。ここが入院してた部屋ですね。架空の瓶がある。不思議な出港。でも一応石垣からシギナやってますね。本土って言ってたのは石垣やったんですかね。から屋上に行けるみたいですね。なかなか急ですよ。ちょっとお年寄りの方とかは注意ですね。おお、絶景、素晴らしい。この診療所の近くになんか意味深な場所があって、おそらくここでもなんか険しいシーンとか怪我したシーンとかなんかそういったところで使われたのかもしれないですね。こんなすぐ近くにセットがあると。すごい。これ今からなんか咲くんかな。あかんあかん、膝が痛い、膝が痛いから見てもらおう、見てもらおう。あかんあかんあかん、お腹も痛くなってきた。ああ、元尾先生助けてください。大丈夫です。絶対に助けますから。モーリーさん、モーリーさん。あの青ざめた海の彼方で今まさに誰かが痛んでいる。明日僕は竜の足元へ崖を登り呼ぶよ最高で、銀の竜の背に乗って運んでゆこう雨雲の腕を。ああやって馬に乗って海を泳ぐのいいな。でもね、僕もあれやりたくてね、ちょっと問い合わせようと思ったんですけど、やっぱね小型の馬なんで体重制限があるんですよ。でね、だいたい70キロとかね80キロ以下の人じゃないと乗れないらしくて、僕ギリギリアウトでした。悔しい。ちゃんとダイエットしとけばよかった。素晴らしいですね。漂着ゴミ専用ということでね、自分のゴミを捨てる場所ではありません。浜へ降りたらゴミの一つでも持ってきてここへ入れてねということで素晴らしい。このゴルフバッグまで流れてきたの？ほんまに？あれだけドクターコトー診療所の真似をしておいて、実は僕行きの飛行機で初めて見ました。はい、やってまいりました。立上岩ですね。ここから見えるんですかね。なんかあそこにちょっと登るようなとこあるから、そこから見えるんでしょうね。でもこっちを眺めてる限りはまだ何も見えないです。2人ぐらい登れるような岩があります。見えるんでしょうか。さあ登ってみます。来たー、めっちゃ見えるやん。めっちゃ絶景。
半端ないなこれ。なんという美しさでしょう。海のブルーもめちゃくちゃ美しい。すごい、これは見応えがある。肉眼で見るとさらに気持ちいい色。こちら側もなんか鬼の洗濯岩みたいになってますね。いやー、結構与那国島もめっちゃ整備されてますね。この辺もトイレもあるし、結構ちゃんと草も刈られてるし綺麗ですね。でここは先ほど見た立神岩のまた別の角度から見れる展望台ですね。おお、綺麗、素晴らしいですね。こっちから見るとまた別の美しさがありますね。でもやっぱさっきの正面から見る方が綺麗でしたね。こういうマップもあります。今がこれですね、立神岩。もうちょっとしたら、上がり崎の方に行きたいと思います。さあ与那国島らしい絶景が続きます。次は軍艦岩というのを見に行きます。はい、こちら NHK 大河ドラマの琉球風の結婚の地って書いてますね。だいぶ消えて読めないですね。でもなんか絶景感あります。すごい、岩の感じとかじゃいい感じですね。一応立ち入り禁止になってますね。岩肌とかもすごいな。こういう景勝地になってます。ただ今は入れなくなってますね。ちょっとこちら登ってみようと思います。軍艦岩っていうのが見えるっぽいんですけどね。軍艦島ならぬ軍艦岩、あれかな。出た、軍艦岩。確かに軍艦っぽい岩になっております。軍艦島の動画もね出しておりますが、軍艦岩も美しい。さあまたテキサスゲートがあって、牛がいますね。今度はちっちゃい牛がおる。子供の牛や。こっちのなんか馬は、これ全部牛か。馬かと思ったら牛でした。牧草食ってんな。馬もいるな。向こうには馬もいます。うわ、ここめっちゃ急。こんなん自転車とか行ったら終わりやん。めっちゃ急。急に急やん。おお、にゃんこが。日本最西端の日からね、反対側の東側にやってまいりました。はい、西端の地の東側にやってまいりましたね。いやー、絶景ですね。うわー、壁を見るだけでも素晴らしい。いやー、美しいですね。側面からねこう見てみると、与那国島がいかにこう断崖絶壁が多いかっていうのがねよくわかりますね。これは伊達口デイっていう史跡みたいですね。琉球王朝時代の船をこう見張る場所みたいですね。ヤンキー、ここが四畳半ビーチ。めっちゃ狭い。四畳半の部屋に住んだ過去僕にはありません。さあ、あっという間に島を一周して商店までやってまいりました。さあ、夕日を見に行く前に日本最西端の店、大朝商店、大腸商店やってまいりました。ここでちょっと飲み物買ってから行こうと思います。今刺身とか売ってるな。元気クールも売ってる。ここめっちゃいいですね。手作り物が結構売ってて、パンも売ってる。いや、ここね品揃えすごい良かったですね。ただね、ここだけ現金決済っていうのはちょっと残念でしたね。これでクレジットカードも使えたらもう最高の店だったですね。はい、これ買いました。きなこ餅。
これちょっといただきたいと思います。昔これあった気がするんですよね。全然餅出てこへんな。ああ出てきた出てきた。だいぶ奥の方へ出てきたな。うまい。今ではもう多分この辺でしか食べれないんじゃないですかね。沖縄明治乳業の商品ですね。一応明治なんや。あ、だから沖明なんや。沖縄の明治で沖明。そしてこれ元気クール。これだよこれ。八重山諸島に来たって感じします。はい、この元気クールっていうのがね、沖縄県石垣市の元気乳業っていうところがあるんですよ。でこの元気クールっていう会社が元気クールとか元気コーヒーみたいなのを出してて、これうまいんですよ。もう石垣島に来たらこれを飲むみたいな、そういうやつです。若干ヤクルトとかピルクルとかそっち系の味ですね。それをさらにすっきり飲みやすくしたみたいな感じの味です。僕はこっちの方が好きですね。日本最西端でね、夕日を見る前に一つ寄っておきたいところがあります。こちらはちょっと重たいですよ。夕日が見える丘みたいなところの近くにクブラバリっていうところがありまして、そこをちょっと見に行きたいと思います。でこのクブラバリっていうのはね、ちょっと実際に実物を見てからお話ししたいと思うんですけど、なかなかの絶景ポイントではあるようなんですけども、いろいろ歴史的にね結構ショッキングな場所といいますか、いろいろ考えさせられる場所なんで、そこちょっとしっかり見たいなと思います。はい、この辺ですかね。クブラバリ、クブラ村の北側ですね。海岸の岩場にある全長20メートル余り、幅3メートルから5メートル、深さ7から8メートルの割れ目、人頭税に苦しむ島では人口制限のため村々の妊婦を集めてこのバリを飛ばせるという残酷なことを行っているという伝説が作られた地と、一帯クラブフリッシュと呼ばれ継承の地でもあり、クラブバリ一帯として県指定名称となっていると。でこの人頭税っていうやつがですね、琉球王国の時代に薩摩藩に、そこが支配されましてですね、でその薩摩藩がその琉球王国に対してなんか人口が増えれば増えるほど、税金を上げるぞというようなのを結構きついものをかけたらしいんですよね。となるとやっぱ人口を増やしたくないと、この琉球王国からは。じゃあもうその島中の妊婦集めてこいということで、ここに集めて端から端までこう飛べと。もちろん無事に飛べた人もいるんですけど、無事に飛べたらそのまま子供を産んでいいということなんですけど、落ちてしまって死んでしまう人もいるし、もう恐怖のあまり流産してしまう人もいて、そういう場所なんですよ。恐ろしいですよね。だから今では考えられないですよね。今なんて少子化で子供増やそうってね、なんか子供産んだら手厚いね補助金が出たりとかするような時代ですけども、そういうね人口減らさないといけないみたいな、それもねなんかこう食料が足りないとかそういうことじゃなくって、もうその政治的に支配されて、そういう風になった時代があると。いや考えられないですね。いやそんなこともねやっぱねここでは学べるんですね。いや今はね本当に不条理というかね、全く合理性のない話っていうのがあんまないじゃないですかね。もう贅沢な話ですよ。すごい崖ですね。ここ飛べますかね。僕飛べませんよここね。ゾッとする。本当にこれ飛べた人もいるんや。逆にすごいわこれ。飛べた人大体の人が落ちるでしょうねこれ。特に妊婦ですよ。妊婦の方がジャンプしないといけない向こうまで。恐ろしいこと考えますね。こんなこともモーリーチャンネルでは学べるんですね。まさに旅味ご当地。今日はシリアルな旅味ご当地でしたね。お笑いの旅味ご当地を待ってた方もいると思いますけど、今日は深刻でした。しかし素晴らしい景色です。夕日落ちそうや。早く行かないと。それではいよいよ日本最後の夕日を見に行きたいと思います。めちゃくちゃ偉大な響き。はい、それでは夕日の見える丘行きたいと思います。いやもうこの時間になるとね結構涼しいですね。全然暑くない。いい感じ。
おお、素晴らしい。来ました。与那国島へ。日本最後の夕日が見える丘。素晴らしい。いやー、何度もね言いますけども、夕日をねこう見に行って本当に狙った夕日が見えないこともありますね。雲だけしか見えないこともあるかもしれませんが、こうやって夕日を見に行っていろいろと考える、そしてこの日本最後の夕日を見に行ったんだという事実が満足度を高めてくれると思いますし、意味のあることだと思いますよ。はい、それではね今日は代行を使いますので、昨日とは違う集落で飲める場所を探したいと思います。次はねこのままイスンっていうところに行こうと思ったんですが、なんといっぱいでした。無念すぎる。なんでやねん。この辺りにウミンチュ食堂があるね。2軒目はそこ行ってみましょうかね。書いてる、営業中。なんとこのウミンチュ食堂も満席。なんてこった。くそー、本日はご予約でいっぱいあって、結局昨日と同じ集落の方しか空いてませんでした。おにゃんこがえらい夏っぽいの。はい、やってまいりました。ルグイワリというね評価の高い、また先ほど満席だったところとは違う集落の方に来ました。昨日と同じ集落ですねのもう一つの人気店というところでしょうか。で、満席ごめんと書いてるんですが、なんとか席時間を遅らせて開けてもらいました。ありがたいですね。メニューがないなと思ったら、なんと最先端の仕組みでした。こんな感じのメニューになってますね。塩にがり手作り豆腐とか、カジキのサイコロステーキとか、お刺身もあります。やっぱカジキ系が多いですね。あ、カツオのたたき売り切れ。いただきます。はい、来ました。これカジキの刺身ですね。刺身の盛り合わせじゃないですよ。素晴らしい。結構なボリュームですね。これはもう食べる前からうまいって分かってるやつや。ピーマミー豆腐ですね。島豆腐か。まず塩だけでいただきます。お豆腐でうまい。そしてカツオと醤油。あ、うまい。滑らかやな。味わい深い豆腐ですね。はい、こちら炙りカジキのゴロッとサラダですね。うまそうだ。これ東京で勝負してもうまい。味がすごく洗練されてるな。都会的な味にカジキのね新鮮な味が加わってるんで美味しくないわけがない。イカツボ、イカもね、なんかここで今釣れてるみたいなんでね、絶対うまいやつ。取れたて新鮮はやっぱ一番ですね。島なんでね、昨日同じ店にいた人が今日もここにいたっていうね、全く行動パターンにしてる。実はしかも今日のシュノーケリング一緒でした。こんな2日間にわたって何回もなかなかないです。運命感じてしまいますね。でも僕は彼の名前を知りません。名前は聞いてないです。でもモーリーチャンネルのことは教えます。これは豆腐チャンプルーですね。これもうまそう。ちょっと頼みすぎたなおい。でも味うまいからゆっくり食べよう。じゃあ豆腐チャンプルーいただきます。豆腐はうまい。味付けも優しいな。はい、これね泡盛の3種飲み比べなんですけど、手書きいいっすね。与那国ですね。これ30度の泡盛、そしてドナン、昨日飲みましたね。30度ですね。僕昨日飲んだのはでも花酒の方だったんで、こっちは普通の泡盛の方ですね。そしてこの羽声がですね30度なんですけど、ちょっと30度切らしてるので43度の方にしていただきましたということで、いやきつなってるやんみたいなね大丈夫かな。一応チェイサーもあります。じゃあ与那国からね、ちょっとなんかイカと一緒にいただこうか。
結構くるな。これをちょっと味を評価しろと言われてる。でも僕はね、昨日の60度乗り越えてきてるんでね、30度なんで全然楽勝ですよ、ね、腕立て100回耐えた後に50回するようなもんすかね。次の日全然余裕です。それはでも例え悪いか、筋肉痛あるもんな。夜中にね、次ドナンいきます。ちょっと条件を同じにするためにもう一回、そういうとこ真面目なんでね。ドナン一緒やな。違う？若干だけドナンの方がちょっとまろやかな感じはしますけど、ほぼ一緒っす。即酔うやつです。そして最後モンスターが残ってます。43度。何43って。これは全然違う。昨日の花酒ほどではないけど、やっぱり現役感半端ない。もうなんか薬飲んでみたいな。でもまだね、まだ味わえる。昨日の60度はもう本当にやばかったです。あれを知ってるね。僕はもうそういう修行を乗り越えてきた人間なんで、すいません、味の評価無理ゲーです。ただただこの43度はきついっていうと、与那国ドナンほぼ一緒です。ドナンの方がなんか若干まろやかな気がします。逆に飲み比べできるんかこれ。割ったりしたらなんかちょっと変わりそうですけどね。ストレートやとなんかちょっと違い分からんすよ。いやおかしいぞ、分かるはずやと。そういった方はコメントください。これ飲み比べセット多分めっちゃ安かったと思うんですよ。350円ですよこの飲み比べセット。多分この350円のセットを飲みきれないですよ、普通の人だと。だいぶお酒強い人は飲みきれない。もうこのチェイサーが多分5杯ぐらい必要です。ここね、お酒安いですね。この与那国島に来て初めてコスパいいと思ったかも。どちらかというとコスパが良くないお店の方が多かったかなと思うんですけど、ここめちゃくちゃコスパいいっすね。そして味も美味しい。素晴らしいです。さあ最後デザートが来ました。昔ながらの揚げドーナツチョコクリームのせということで、これなんと220円です。安っ。いただきます。うまっ。素朴な味に洗練された味が乗っかってうまっ。いやー素晴らしい店でしたね。まさか与那国島でこんな美味しいご飯が食べれるとは、びっくりです。はい、おはようございます。今はねもう11時ですね。今日はねちょっとぐっすり寝れました。すいません、僕ね多分ずっと与那国島って言ってて、皆さんも気になってたと思うんですけど、実際与那国島でした。難しいですね漢字。申し訳ございません。山崎さんと山崎さん問題と一緒ですね。そのしょうもない話は置いといてですね、9時半ぐらいまでしっかり寝ました。というのもですね、この与那国島結構ねサクッと回れちゃうことが分かりました。特にねこうやってレンタカー借りて回れば、正直1日あれば回れると思います。で泳いだりするんだったら1泊2日するのがいいかなと。そしてまたゆっくりしたいなと言うんだったら2泊3日、それぐらいなスケジュール感がいいんじゃないかなと思います。今回ね僕は2泊3日したんで、割となんかもう回っちゃったところもあって、ところどころまだ見てなかったなとか、飛ばしたところの観光スポットだったりとか、ちょっともう一回撮り直したいなみたいなところとか、あと1日目にね定休日だったりとかしたところがあったんで、その辺をねちょっと撮っていきたいと思います。あとねちょっと豆知識なんですけど、豆知識というか感じたことなんですけど、これレンタサイクルとか電動付き自転車とかバイクとかねあるんですけど、正直自転車はきついと思います。自転車で走ってる人もいますけど、結構急な坂とか勾配大きいんで、体力に自信のある人は、自転車もいいかもしれないですけど、やっぱ大人な方、このモーリーチャンネルの視聴者の方は自転車はここではやめておいた方がいいかなと思います。せめて電動付きやけど、電動付きでもしんどいと思いますね。なので原付借りるかレンタカー借りるか
もうこれしかないと思います。あとはね、無料のバスが出てるんで、そのバスを使いながら行くっていうのはありなんですけど、まあバスで行くとなるとやっぱ結構その時間も限られてくるし、行けるスポット限られてくるんで、車運転できないとかね、原付運転できないっていう方もいらっしゃると思うんで、その方はバスで行けますけど、まあ最大限いろんなポイント行きたいんだっていう方はやっぱり運転できる人と一緒に行って車で行くのがおすすめかなと思います。まあでも主要スポットだけ行くんだったらバスでも全然行けるかなと思います。でまあそんだけね見どころも1日で回れちゃうぐらいなんでのんびり過ごせます。いや本当にね僕もなんかいろんな島行ってこうやることないなみたいな、これこそ贅沢だなって言ってますけど、まさにそれも味わえるっていう素晴らしい島ですね。はい、次はねランチにそばを食べたいと思います。ここも有名な評価の高い蕎麦屋さんです。はい、今日のランチはですね、ドクターコトー診療所からもう車で2分ぐらいですかね、そこにある若菜そばというところにします。 Google 評価 4.4 の有料店になります。12時開店で今12時1分ですけども、すでにお客さんが何人か入ってますね。若菜そばいい感じです。こんな感じのメニューになってますね。ザ・セルフ若菜そばの大ですね。大を注文しました。なんか大だと結構ボリュームあるんで、もしかしたら並でも良かったかもしれないですね。結構人気なんでね、出てくるまでに時間がかかるので、この与那国島でランチを食べる際は時間に余裕を持って食べることをお勧めします。いただきます。肉とかめっちゃうまそうだし、匂いも優しい匂いがします。まさに若菜そばですね。優しい味、優しくて素朴で、でもちゃんとしっかり味もある。でこのチャーシューなんか何ですかね、角煮。並で良かったかもな。結構なボリュームありますね。東京とかの感覚でおったけど、めちゃくちゃサービス精神満点です。これも入れてみようかな。コーレグース、味が引き締まりますね。それではね、1日目に行きそびれた場所リベンジしたいと思います。さすがに今日は空いてると思います。はい、それでは今回これリベンジですね。1日目定休日だったんで、この DD 与那国交流館今日行ってみたいと思います。今日は空いております。すごく丁寧にね説明が書かれているのが分かります。これは時間かけてじっくり読みたい人もいると思います。与那国のことがいろいろ見れそうですね。200円入れますね。ここなんかカフェみたいになってるね。こんにちは。カードでいけますか。年表もあるんですね。歴史が見れるんですね。これはちょっと僕も個人的にも興味があります。はい、これですね、台湾沖縄日本関連年表ということでね、1500年くらいからちょっとこう歴史が書かれております。沖縄はねかつて日本ではなかったことをご存知ですか。台湾はねかつて日本だったことをご存知ですか。沖縄は1429年からね1879年まで琉球王国という独立した国で、450年もの間沖縄本島やね周辺の島々を掌握し、日本だけでなく中国とも取引をしていたんですね。1879年日本に併合され、第二次世界大戦後は一時的にアメリカにね統治されましたが、1972年に日本に返還されました。もう50年ですね。台湾はねかつてポルトガル人によってフォルモサと呼ばれたりねしてたんですが、オランダやスペインに占領された後、日本にも縁のある鄭成功っていうね人により中国系の支配を受け、最終的には清の統治下になりました。その後ねボタン社事件っていうのをねきっかけに台湾は日本に統治されまして、第二次世界大戦後は中華民国となったんですね。台湾と沖縄は地理的には近く、交流もあるため文化や歴史も交錯しているんですが、それぞれね異なる歴史的経路をたどってきてるんですね。そん
んなことをここではね詳しく書いております。ぜひ興味ある方は覗いてみてください。そしてね、この与那国島は台湾に近いということもあり、さらにこう台湾との関係がありますね。西表島とか西側には台湾ですね。年に数日ほどだけみたいですね。いろんな条件が整わないと見れないですね。昨日は見れなかったですね。あと海底遺跡のことも書いてますね。貴重な海底遺跡は1986年に与那国島の南端久部良港から約15分の50メートル付近で巨大な海底地形として発見されましたと。現在自然地形説と人工的な構造地説などいくつかの説がありますが、ここ日本最西端の与那国島を象徴する美しいブルーの海の海底地形に対して今後さらに学術的な調査や文化的な価値および自然科学的な価値に関する検証が進められますと。素晴らしい。これですね。これが海底地形ですね。これ昨日見たかな。これ仮面のやつじゃなかったかな。この辺の地形見た気がするね。で、ここも見ましたね。ここ2枚のなんか板があるところ見ましたね。昨日はこう行ってこういう感じですね。こう渡ったんですね。こうやっていろいろとまた歴史的なこともね見れるようになってますね。オッケーとか竹かごとか、わら草履、ドクターコトーでも出てきたな。お祝い事にはこんな風にしてたんですね。日本が台湾を植民地するきっかけになったボタン社事件ですね。台湾から沖縄に導入されたのはパインとかなんですね。あと水牛もか。水牛も台湾から来たんですね。台湾にこう日本統治時代の面影を残す昭和町っていうのがあるんですね。いや行ったことない。台湾で台北にあるんですね。この近年の台湾ブームあると思うんですけども、これは台湾が激動の歴史を前向きに捉え、もともと自分たちだけの文化がないような状況でしたが、それをね作っていこうという動きが見られるようになったそうですよ。素晴らしいですね。僕たちもそういうことあるんじゃないですかね。今まで自分たちが受けてきた教育、それが当たり前だと思ってたけど、やっぱこれからの時代に合わせてやっぱり自分たちのねアイデンティティというかね力をつけていかないといけないみたいなね。だから今も日本もこう衰退みたいな感じで言われてますけども、新しいことにチャレンジしていって新しい日本の形っていうのを作れるんじゃないですか。そんなことも教えてくれるんですね。この与那国島はまさに旅は自己投資ですね。いやーためになりましたね。いやこういったやつを動画でどう見せるかってすごい難しいんですよね。簡潔にでもそうだったんだってね分かりやすく伝えられたらなと思います。さあ美しい景色のドライブを楽しみながら1日目にねまた行けなかったスポットリベンジしたいと思います。あやみハビル館ですね。はい、またやってまいりました。前ちょうど閉まる時間に来てしまったんですけど、今日はリベンジということで日本一の蛾が見れるということで、なんかちょっと雲多くなってきたな。スコールがちょっと来るかもしれないですね。あやみハビル館か。いや誰もいないんでね、ちょっとまた空いてないんかなみたいな。今日は空いてるはずやぞさすがに。よかったびっくり。閉館かと思ったら開館でした。500円ですね。蛾が見える。島では世界最大級の蛾である与那国産をあやみハビルと言いますと、これを紹介してくれると。誰もいないな。こんにちは。はい、すいません。はい、すいません。上映20分間ほどの上映がございます。そうなんですか。そちらをご覧になってからまた館内を自由にという形で。そうなんですか。ちょっとそんなに時間がなくて、途中までの中見るだけでもわかりました。大丈夫です。はい。上映も途中まででも構わないですが、でもどうぞ奥まで一応ありますので、ご覧になってください。ごゆっくりどうぞ。これどういう区別になってる？オスとメス？そうですね。オスとメスですね。オスが小さいです。で、この三角の形見えますか？で、こっちは台形なんですけど、そんな違いなんですか？区別をつけますね。メスがやっぱり一回り大きくて寿命も長いです。メスの方が長い。人間と一緒なんですね。はい、ありがとうございます。与那国さんを探しに行こう。実際に野外にもいるんだ。でもこれの地っ
ちゃいやつは結構見ましたけどね、夜とか。こんなに大きいのは見なかったですけど。与那国さんの幼虫の糞で絞り染めとか、すごいマニアックやな。でもこれほんとでかいですね。自分の手のひらぐらいの大きさあるんで、本当に大きい。結構怖いですね、ちょっとでもこんなんいたら。あ、でもちゃんとここでいますね。与那国島の上空の空中の写真ですね。緊急対策外来種、アメリカハマ車、迷惑やな。あ、これね、これもうあれですね、どの地域にもありますよね。なんか一気に増えるらしいですよね。めちゃくちゃ効きますね、これは。いろんな植物もありますね。与那国磯の菊とか絶滅危惧ばっかりやん。こんなんもこう探し出したらずっとこの与那国島にいて探し続けるみたいなね感じになりますね。なんかガタガタうるさいなと思ったらカメがいたんですね。めっちゃ喧嘩してる。めっちゃ喧嘩してる。上に乗っかってしまった。そうそう、噛みついてる。おいおい、喧嘩してんじゃんこれ。大丈夫？噛みついてるけど大丈夫？交尾とかじゃないな。噛みついてるもんな。なんかやばいやばいやばい。下のカメ大丈夫か？めっちゃ噛まれてるけど。八重山石亀、雑食性何でも食べるって書いてとかやばいんじゃん。亀が亀食べてるんじゃん。なんか亀が亀噛んでるんですけど、これ普通なんですか？なんかめっちゃ本当ですね。噛みついてた。ちょっとあれ本当だ、私も初めて見ます。あれ噛んでますね。ちょっと餌はあります。はい、やっぱりやばい状態になったみたいですね。餌を持ってきてもらいます。待て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 、落ち着け落ち着け。こっちは仲良くしてるのにな。待て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 。ちょっと餌で紛らわしましょう。あら、ほいほい、よいしょ。気づかないですね。こんなに噛んでるの私も初めて見ます。痛そうっすよね。そうですね。だいぶ本気で噛んでる。そうですね。ちょっと初めて。あ、取った取った。餌で初めて見ます。あとで専門医に聞いてみます。はい。ごめんなさい、ありがとうございます。よかったよかった。救われました。幸いなんか食いちぎられたりとかもしてないんでよかった。餌が足りなくなってたんですかね。めっちゃ食べてるし。ここで上映してくれるみたいですね。25分ぐらいのガに関する情報を上映してくれるらしいです。すごい、こんな模型も見れるんですね。ああ、この上から見ると分かりやすいですね。空港があそこにあって、あの前で止まってました。で、集落がねこっち側にもありますね。漁業食堂、そこ行ったのもここですね。で、これが入り崎、夕日を見たところもこの辺りです。そしてここぐるーっと回っていて、この辺が確か馬とかたくさんいたところですね。はい、でまたこう集落がもう一個あって、ドクターコトーとかがあるところですね。ここで今日若菜そばとか食べたとこですね。でそっからずーっとこっちに来たら立神岩でしたっけ
があって軍艦岩もあって、この辺が確か海底遺跡とかもあるところですね。そしてこっちが上がり崎ですね。で上がり崎からはいぐるっと回ってこう行くと集落あると。ここは結構僕も夜に2日連続でここの集落でご飯食べたりとか売店行ったりとかしましたね。これで1周になりますね。分かりやすいですね。すごいガーマニアには超マニアにはめちゃくちゃすごい貴重な資料です。ヘビはいるんですね。でもハブは効かないですね、そういえば。餌を持っていくんですね、最初。食べてる。これもその与那国の田原川の上流の方に。金人手長エビ。すごい。手で取るんですね。すごいすごいすごい。自分で取る。すごいすごいすごい。器用やな。めっちゃかき集める。もともとは餌を長い手で取って隠れて食べるけど、天敵がいないと分かると堂々と食べると。なるほど。ドクターコトーあるじゃないですか、はい。あれ最近映画出たじゃないですか、はい。でも与那国の人って映画見れないんじゃないかなと思って、皆さんどうしたんかなと思って。実はですね、はい上映会がありました。やっぱそういうのがあったんですね。でその時に吉岡さんとか柴咲さんも来て、はい監督さんも来て挨拶をされたみたいです。そうなんです。サプライズで、私知らなくて、それで、もうとても島の皆さん喜んで。いやー、皆さんが知りたかった謎も解決できたんじゃないですか。いやー、その試写会行きたかったな。まあドクターコトー見始めたばっかりやけどな。さあティンダバナやってまいりました。天蛇花とも言うみたいですね。ここも絶景ポイントですっかり行くの忘れてました。歩いて5分ぐらいみたいですね。県指定名勝ティンダバナ。標高 100m のティンダバナは台形状の地形を成している。蘇内の集落が見えたりとか、東に浦部岳、西には雄大な東シナ海が一望され、天然の展望台になっていると。天然の展望台っていうところがポイントですね。で豊富な湧き水もあると。歴史の丘として島人たちの憩いの場所にもなっていると。行ってみましょう。天然ですからね。いや結構日陰になってて涼しいですね。やっぱり秋冬にね与那国に来るとこうやって涼しいのがいいですね。冬はねちょっと雨の日も多くなると伺ってますけども、でも晴れたら最高です。素晴らしい絶景です。集落が見えます。この岩肌もすごいな。自然の力を感じます。そしてこの反対側がこれですね、蘇内集落。昨日ご飯食べた集落ですね。なかなか絶景です。ここもなんか若干洞窟みたいな感じになってますね。犬岩。すごいな。なんかセドナとかでこういうのところを見た気がする。セドナまで行かなくても与那国で味わえますね。すごい。この岩の下に潜り込むみたいな地形です。岩がこう落ちてこんばかりな感じです。ちゃんとこれトイレも完備されてるんですね。ありがたいですね。途中でトイレ行きたくなることもあるでしょう。そしてこの洞窟の下にこうやって拝める場所もあるんですね。すごい。これ湧き水かな。これなんか湧き水っぽい。すごい綺麗。湧き水があって、それをなんかこう全部下にこう流していってるような感じあります。この湧き水を利用してもしかしたらトイレ
やってるのかもしれないですね。あ、冷たい、冷たくて多分これ飲めそう。飲まないですけどね、ちゃんと確認しないと。でも多分飲める湧き水やと思います。うわー、これもすごい。枝がなんか岩と一体化されてる。何百年の時を経てこういう風になったみたいな感じですね。いやー、自然の凄まじさ。ここもなんか洞窟みたいな感じなんかありますね。お、見えてきたぞ。多分絶景ポイントですね。すごい椅子みたいなのが用意されてる。おーおー、これが天然の展望台。美しい。うわー、気持ちいい。そして水平線が美しいですね。めちゃくちゃくっきりしてる。こんなまっすぐな水平線なかなか見れないですよ。そして青々としたビーチ、最高ですねここ。そしてタワマンに住んだかのような、上からこう一般の人たちの家を眺める勝ち組感、最高ですね。さあ、まだまだあります。お、なんか湧き水ゾーンがある。おお、湧き水すごい。これ天然の湧き水っすよ。そこから水が流れてきて、ここに水が流れてきて、ここにたどり着いてるんですね。ああ、なんか書かれてますね。まだ結構奥あるんやな。ここで終わりかな。あ、なんか岩の間から見れる、こんな場所になってる。もう岩の間からこう覗くような感じになってますね。これ先行けるんかな。ああ、これも美しいですね。この岩の間から見る絶景、これも美しい。この先も多分行けるっぽいけど、ちょっとこれは難しそうやな。ここまでにしておきましょう。いや、素晴らしいですね。すごい気持ちいい風が吹いて最高です。いやー、マジで風が気持ちいい。こんなね、混じり気のないこう風でもうこの大自然見れて、そして絶景見れる。ここいいですね。ここで仕事したいわ。いやー、与那国島はね、絶景やグルメや学びなどすごい幅が広いですね。そして次に行くところが本当に最高な場所になります。これ空港ですね。飛行機来る時間分かったら着陸シーン撮れるやん。はい、それではね、こう空港のすぐ近くです。そこのゲートがありまして、ここを越えて、歩いて馬花咲の方まで行きたいと思います。ここにテキサスゲートがあって、そこを越える感じですね。で、ここからは結構足元険しいんで、靴を履いていった方がいいっていう風に書いてたんで、靴に履き替えました。サンダルだと厳しいです。で、馬糞とかもね結構落ちてるんで、馬糞にも気をつけないといけないですね。すごいですよ。ここからは本当にもう大自然そのままの景色になります。で、この先でドクターコトーのポスターとかよく見る、そのコトー先生が座ってる場所とかにつながるらしいです。ちょうどね、飛行機とか来たらいいんですけど、ちょっとまだ来そうにないですね。おお、すごい。いや、これは道に迷うな。どう行ったらいいんや。あ、でもなんかここちょっと車が通ったような跡あるんで、ドラマのロケとかではここ
多分通ってるんでしょうね。さすがに古藤先生にここ歩いてもらうわけにはいかないんで車で行ってるはずです。馬糞があります、気をつけて。おっと危ない。ああ、馬が結構出てきましたね。野生の馬がすごいな。与那国島は本当になんかいろんなものがミックスされてますね。本当にちょっとここ来ただけで急になんかサファリパークみたいな。秋冬とかだったらねまだ涼しいんでこういったところも行きやすいですね。すごい、もはやここの辺になるとちょっと車の跡もあまりないんでどっち側に進んでいいやら。あれは馬じゃなくて牛やな。牛もいますね。ちょっとラスボス感ありますね。ここは通さんぞみたいな、俺を倒してからここを通れみたいな、なんかそういう圧を感じますね。大丈夫か、いきなり突進してこんか。なんかこっち向かってきてる気がするぞ。うわ、逃げてるやん。全然ラスボスちゃうやん。あーでもなんかちょっと痩せ細ってるな。餌が足りんみたいな。お、この辺はもう牛がいっぱいいる。やっぱこう同じ種類でこう集まるんですね。おっぱい飲んでますね。微笑ましいですね。いやー、今度は馬ですね。馬がめっちゃいます。いやー、こんにちは。こんにちは。おー、すごい。もう本当にこの辺まで来ると僕がこうお邪魔してるみたいな感じになりますね。もう人間の世界観じゃない。いやー、涼しい、気持ちいい。この辺で撮影したのかな。でも実際馬糞だらけですけどね、撮影の時は多分掃除したんでしょう。このなんか車が通った後みたいなのを辿っていくと良さそうですね。いやー、すごいな。なんか急に別世界に来たみたいな。ここが馬崎花、馬花崎。おお、すごい。これは絶景や。うお、うわ、すごい圧巻やなこれ。うわ、これは足がすくむ。あ、飛行機も。飛行機も飛んでます。おお、これはすごい。うわ、すごい風足、足がすくむ。でもブルーが美しい。うわー、あそこで泳ぎたくなるようなめちゃくちゃ綺麗なブルーですね。おー、すげえ。これはすごいわ。うわー、断崖絶壁。いや、正直東尋坊とかよりもすごいんじゃないこれ。自然の雄大さを感じます。そしてその上には馬がいて、なんという絶景。
そしてその奥に飛行機があるという、すごい、こんな景色ありますか。うわー、あの岩もすごい、岩が浮いてる。なんですかあれ。いやー、なんかこんな端っこまでね馬糞があるから、こんなとこまで来るんかなって思ってたんですけど、やっぱあのね、絶対にたどり着けない場所は青々としてるんですよね、あれで。なので多分この危なくないところで食べてて、あ、もう草ないと、でもこっちにはあるなーって思ってこっちに来たりとかしてるんでしょうね。だからまんべんなく食べてるみたいな感じですね。もう盛られてるのも多分馬糞の上に草ができて、それをまた馬が食べてみたいな、いろいろ考えさせられますね。いやー、すごい、これはすごいわ。もうこの辺になってくると馬糞だらけで絶対踏むなこれ。すごい、ここ穴ぼこが開いて、なんでここになんか詰められてるんや、こんなサンゴが。謎やな。なんか骨みたいのがある。何ここ、アジトみたいになってんの。牛の骨が。どういうこと？誰ここでこんなことしたん？いや、多分自然に死んでるんやと思うんですけどね。うわうわうわ、本当骨になってる。うわ、これはすごい。完全に骨や。うわ、自然のそのままの姿でここがあるということですね。なんか結構馬とか牛が倒れて死んでるみたいな話も聞きましたけど、うわー、これも見応えあるな。半端ないこれ。うわー、うわ、これはここの場所はこの与那国島の旅を満足度爆上げしますね。すごい、危うくここ行かずに帰るところでした。いやー、こんなところがまだあるんですね。飛行機が飛びそう。間に合うか。急げ。いってらっしゃい。さあ、飛んでいった。素晴らしいですね。僕もこの後2時間後ぐらいかなの飛行機で石垣の方に行きます。与那国島ってね、結構遠いイメージがあって、まあ実際遠いんですけど、こうやって飛行機を乗り継いでいけばね、全然遠くない。飛行機のパワーすごいです。さあ、もうすぐ帰る時間が近づいてきたんですけども、ちょっと夕日は見ておきたいですね。というわけで行きます。さあ、次のスポットはですね、段ヌ浜というところに来ました。このね、円の入り口が結構特徴的ですね。いやー、美しい。いいですね。
希望の日ナチス産吹歓喜やようバーイヤと多銀街西とか書いてますね。夏の大気の日陰は私の股親と同じのようだ。冬のすすきの風よけは私の母親の懐のようだと。いやー、夕日がね沈むまではちょっと時間がないんですけども、これだけの景色を見れるなら十分でしょう。そして本当にねすすきが美しいですよね。このすすきが流れてるのを見るだけでも癒されます。最高の景色ですね。って言ってた。何おーい、全部すすきが刈られていく。なんでやねん、なんでこんなことになる。これが与那国町のバスですね。あれでいろんなところに寄ってくれるんですね。やっと撮ることができた。あれずっと撮りたいと思いながら出会った瞬間にカメラ構えても行っちゃってるっていうパターンだったんですけど、いやー、本当に素晴らしい与那国島の旅でした。それでは空港に戻りたいと思います。詐欺がいますね。詐欺が空港に。もう閉店間際やな。ほとんど閉店や。しかも空港レストランも閉店です。ここでちょろっと食べてから帰ろうかなと思ったのに、ドナンパワージュースとか生ゴーヤジュースとかあったんや。いやー、美しいっすね。美しい景色で飛行機に乗りたいと思います。いやー、与那国島最高でしたね。いや結構ね、今まで行った島の中でも上位にランクインするような素晴らしい場所でした。そして結構ね、遠くて行きにくいなと思ってたんですけど、この琉球エアコミューターさん使ったらさっと行けるということも分かりました。いやー、嬉しいですね。お控えください。まもなくこの便はバイブ姉妹石垣空港行き748便でございます。今日は石垣島に宿泊したいと思います。次の日はですね、同じ八重山諸島の中の鳩間島に行きました。ここは人口がね50人程度で、本当に手つかずの絶景を見ることができました。こちらの動画も楽しみにしていてください。空港直行のバスで帰ります。そしてめちゃくちゃいい感じで空が焼けてます。ありがとうございました。日本トランスオーシャン航空で帰ります。マリアシェイク。マリアシェイクはね、離島フェリーターミナルでの売りらしいんですけど、この空港ではマリアシェイクと石狩っていうところとカビラファームっていうところの石垣島産フローズンパインパッションフルーツジュースコラボを食べれるのは空港だけということです。すっきりしたシェイクなんですね。なんかめちゃくちゃこうバニラ感ある、なんていうか甘ったるい感じかと思ったらめっちゃ好きする。それにパインが入ってるからさらに、なるほど、夏のシェイクですね。
ご覧ください。今回は珍しくコーヒーを頼んでみました。飛行機の上で飲むコーヒーは美味しいですかね。いただきます。あー、うまいですね。眠気が吹き飛びます。帰りも寝ずに運転できそうですね。いやー、到着しましたね。あっという間で最高の旅になりましたね。サクッと飛行機で快適に行って、本当は最後ポテチ食べたかったな。終わってしまいました。9時半までやからね。キックス ITM カードを使って駐車料金が大幅に割引になりました。これは使わないと損ですよ。いやー、与那国島の旅本当に最高やったな。これはちょっと夏もまた冬も行きたいなと思います。いかがでしたでしょうか。数ある島に旅しているものの、ここまでコンパクトで幅広い魅力を持った島とは本当に驚きました。西の果てにあるとはいえ、飛行機を使えばサクッと行ける島で、冬場もベストシーズンなので大人の穴場旅行として強くおすすめです。長時間の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。このような離島の動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様の高評価コメントをお願いいたします。メンバーシップでは非公開動画やこの動画の裏話など限定動画も続々アップいたします。ぜひお待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入るやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでこれだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。